本日はメバルにとって最も美味しいと言われる煮付けの作り方をお送りしたいと思います。安心してください。誰にでも作れる簡単な料理です。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。はい、本日もね、アフレコでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。その前にね、簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて東北地方日本海の旬の魚のさばき方や刺身その他の料理などを解説を交えながら紹介しております。最新情報のお見逃しがないようぜひチャンネル登録をお願いします。はい、というわけでね、本日は4月の18日金曜日になります。今ね、店の仕込みが終わって、休憩に入っているところですけども、春もスタートし暖かくなってきたのですが、今日はね雨模様で、そしてね明日明後日しあさってとずっとね雨が続くのでちょっとね嫌な気分なんですけれども、とはいうものの今週はとてもいいことがありまして、はい、ちょっとね気分がすごく優れております。というのはね、地元のローカル番組なんですけれども、そちらのね番組からロケの取材が入りまして、この辺で作られている祭り料理、これをですねうちの店で作ってほしいということでして、一昨日無事取材の方が終わったんですけれども、その時にね来ていただいたタレントの方、お名前はねちょっと控えさせていただきますが、もうね TikTok とかでも大バズりしていて、ものすごいインフルエンサーの方なんですけども、もうねとにかく話しやすい方で、なんだろう、いわゆるタレントの方だとやっぱり僕らも緊張するじゃないですか。それを察してなのか、すごくねなんか気さくに話しかけてくれて、とても話しやすかったですね。本当に楽しいひとときを過ごすことができました。このね僕がやっている YouTube の話もしまして、そしてね今後はこの地域の料理とかねそういったものを広めていきたいって話をしたところ、そしたらじゃあいつかコラボしましょうなんてねありがたいこと言っていただいてね、とても嬉しかったんですけども、それはね当然気を使って言っていただいたね。ただねやる気になりましたね。今後の YouTube 活動もっともっと頑張っていかないといけないなと思って、そしてね頑張っていって登録者がもっともっとね増えていろんな方に見ていただけるようになったら、その時ね改めてそのタレントの方にコラボの依頼をお願いしようかななんて思っております。よし、それを目標に頑張るぞってことで下ごしらえも終わりましたので、本題の煮付けに入っていきましょう。せーの、どすこいどすこい。さあ、それでは煮付けをやっていきましょう。筋肉マンのフィギュア飾っておりますけれども、これはね、いじってもいいですし、いじらなくても結構です。なんかね、某 YouTuber さんがこういったアニメキャラクターをね、横に添えて料理をしていたので、ちょっとね、真似してやってみたんですけれども、特にね、映えることもなく、筋肉マン好きは好きですけどね、取り急ぎ家にあったアニメキャラクターを探してきただけであって、最近筋肉マン特に見てないんですけどね。はい。それはいいとしまして、煮付けですね。まずね、メバルの煮付けっていうのはとても人気があります。第1弾でメバルの唐揚げ、そして第2弾でメバルの刺身やりまして、どちらもね、当店でとても人気のある商品なんですけれども、この手の魚は煮付けにするとまあうまい。刺身にするとコリッとした食感なんですけれども、煮付けにした途端口の中でホロホロってなる食感、これがね何とも言えないんですよね。なのでメバルの煮付けというのは年間通してとても人気があります。でとてもね、作り方結構難しく思われがちなんですけれども、非常に簡単でして、はい。でここがね本日のピエールポイントと言いますか、本日のポイントになるんですけども、魚の下処理でよくある霜降り、これをですねやる方もいるんですけども、一匹丸々煮付けにする場合、わざわざね霜降りにしなくてもこういう風に煮汁を作っておいて、沸いたら中に生のまま投入すると、そして落とし蓋をして約10分から12分ぐらいでしょうか、煮ればあっという間に出来上がると、とても簡単なんですよね。ただですね、霜降りをしなくてもいいと言いましたが、必ず行わなければならない3つの条件があります。はい、ここで本日のピエールポイントその2ですね。はい、まずは3つの条件の1つ目、冒頭でも行いましたが、エラの下処理。エラはきれいに水洗いをして血合いの部分をよーく取ってください。はい、そして2つ目が内臓の処理。はい、こちらも冒頭で行いましたね。ササラをお腹の中に入れてきれいにかき出して流水で水洗い、これも血合いをよーく取って臭みを取っておいてください。
はい。そして3つ目。ここがものすごく重要なんですけれども、鱗を必ず取ること。はい。鱗は臭みの原因になるのと同時に、魚の煮物を作る上で、鱗がちょっとでも残っているっていうのはものすごくタブーでですね、口に入れた際に鱗がちょっとでも残っていると、ものすごい不快感を感じます。ですので、鱗を取るっていうのはとても重要なことなんです。以上の3つを行っていれば、霜降りをしなくて直接煮物を作ることができますので、もし生の魚を手に入れた場合、下処理がされてない場合は、この動画を何度も見ていただいて、下処理を行ってから作っていただければと思います。はい、完成しましたね。そうしましたら、最後、器に盛り込み、そして上から煮汁をかけてください。この時ですね、煮汁をあんにする場合もあるのですが、そのやり方はまた次回お送りいたします。はい、このようになっております。どうですか？同じメバル料理でも、刺身や唐揚げとはまた違った魅力のある調理方法ですよね。はい、以上で、3週にわたってメバルの調理方法を紹介してきましたが、どの調理方法を気に入っていただけたでしょうか？僕なんかはね、この3つの中だと、やはり煮付けでしょうか。ね、この煮付けを食べながら美味しい日本酒を飲みたいものです。刺身も唐揚げも煮付けも、どれもご家庭で簡単に作れますので、ぜひ一度作ってみてはいかがでしょうか。はい、本日の仕込みは以上となります。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おっす。